現時点今は11時14分3月の24日です。さてと、今日皆さんいくつかのニュースがあり、特に注目したい大きなニュースがありました。まずはニュースから見ると、サンフランシスコ連銀総裁の方でも5月には 0.5 ポイント利上げが必要となる可能性もあるということを示唆しています。特にデイリー総裁は、0.5 ポイントも上げる可能性もあり得る。はい。これもやっぱり少しびっくりしましたね。少しかなりと今はいろんな FRB の方が多価的になってきたことを見ていると、次のミーティングはもしかして本当に 0.5 ポイントを上げる準備をしている可能性が高くなってきたのではないかなと思います。デイリー総裁ももともと彼女はかなりとハト的のはずなのに今日はかなりとまたまた多価的。これがちょっとやっぱりびっくりですね。はい。一応昨日のニュースも出てたんですけど、エヴァンズ総裁も一応かなりと普通は、なんかもうちょっとハト的なんだけど、もうちょっと多価的な姿勢をこの頃実しているので、2人とも今回は投票権がないんですけど、だけどなんとなく雰囲気、空気がすごくもともと通常ハト的な人が今多価的になっているので、0.5 ポイント上げる可能性がだんだん高くなってきたかなと思います。はい。クリーブランド連銀総裁の方も今日は、利上げとバランスシート縮小の同時決定を可能ということも言ってます。つまり、利上げとバランスシート縮小、今、利上げをしている間にもバランスシート縮小をすることも検討しましょう。バランスシート縮小というのは今、FRB の約9兆ドルぐらいのバランスシートをこれから、だんだんと縮小しましょう。売っていきましょうということなんですね。なので、これもおそらく6月、7月から始まる予定だと思いますけど、そちらに対して何も否定をしていないこともかなりここも、多価的かなと思いました。はい。メスター総裁はもともとちょっとだけ多価的なんですね。でもすごい多価的ではない方だと思います。あとは今日はアメリカの、新着住宅販売指数も発表されました。2月は 2% 減の 77.2 万台で、2ヶ月連続で今は、減少をしています。特にこれはすごいでかいニュースでもないですね。ヨーロ圏の方でも消費者の信頼感指数というのも発表されまして、3月は 18.7 に低下をしています。今、アメリカの方も同じでして、この消費者信頼感指数というのもかなりと下がってるんですよ。歴史的にはやっぱり消費者のマインドセットというのはインフレ率が上がると信頼感指数が下がるんですね。やっぱりどこの誰も自分の毎月の費用が上がってしまうと信頼感指数が下がってしまいます。さてと、実はこの経済ニュースよりもっと重要なのが今日あったと思いました。実はこれは昨日昨晩、アメリカの債券の相場で20年債券、ここはアメリカ政府の債券、20年期限の債券の売り、オークションがありました。で、このオークションの結果がすごく強かったんです。この Bid Cover Ratio を見てみると、こちらの方が 2.72 でした。で、while the 10 previous 20-year bond auctions had an average bid to cover ratio of 2.39。この過去の10回の同じ20年国債のオークションのビッドカバーが平均的に 2.39 だったんですけど、今回は 2.72 でした。ビッドカバーレーションっていうのは、ビッドと、どれだけ買い圧力と売り圧力の比較なんですね。なので、もちろんここは買いの方が売りよりは大きいです。なので 2.39 倍ぐらい大きかったです。10回平均で見てみると。しかし、今回は 2.72 だったので、通常よりすごく高かったです。需要性が高いです。これが理由として、今日は実はアメリカの10年国債のイールドとかは、少し頭打ちをしました。今までずっと一直線に上がってきたこの10年国債が一応頭打ちをして 2.41 まで行ってたんですけど、今日は下落して 2.278 ぐらいまでと下落をしました。これがまだピークとは言えないんですけど、特にアメリカの国債のイールドがこれだけ高くなると、やっぱり買い圧力は高くなることも皆さん覚えておきましょう。特に30年国債の今日の動きのイールドがすごくでかかったです。これもかなり大きな包み足になっています。つまり昨晩の動きは一昨日の動きを、包んでいます、キャンドルとして。なのでこちらの動きはイールドがこれから下がる方向性が高くなることを示唆していると思います。なのでこの細かいところ皆さん特にあまりメディアで出てなかったんだけど、今日は20年国債のオークションに対しても気づくべきかなと思います。